お、来た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 、なんか来た。ユーマ詰め。皆さんこんばんは。釣り車中泊旅中のたくあんです。というわけでね、京都舞鶴のフェリーターミナルにね、やってまいりました。で、これからね、こちらからフェリーに乗って、北海道にね、向かおうと思います。で、北海道はですね、僕がね、YouTube を始めて間もない頃、今からね、4年前かな、に、行って以来なんで、だいぶ久しぶりにね、行くっていうことになりますね。で、今回ね、北海道にはですね、釣りに行きたい、狙いたい魚がいまして、今回はね、サクラマスを狙いに行きたいなと思っております。で、前にね、北海道行った時、サクラマスは一応釣ったんですけれども、その時はあんまり大きいのが釣れなかったんですよ。でね、この割と早い時期だけなのかわかんないですけど、サクラマスはね、もっと大きい個体がいるみたいで、板マスって言われるね、こう体高もあって、サイズも大きい個体が釣れるそうなんで、それをですね、今回は狙いに、北海道にね、行きたいと思います。4年前に乗ったフェリーと同じ船ですね、多分。続きまして、本日お車、大型トラック、オートバイ、電動で前にしていただきますようお願いいたします。客室はこんな感じで、ここで21時間かな、21時間の航海ですね、確か。今ですね、気分転換にデッキに出てみたんですよ。そしたらなぜかここに鳩がいるんですよね。ほら。で、ここって見てもらったら分かるんですけど、陸地が見える範囲にはないんですよ。すごい沖合で飛んでこれる距離じゃないと思うんだけど、この船に住んでんのかな。あ、なんかこの鳩あれですね、足はしてますね。電書話とかなんかなのかな。よし、北海道にね着いて、まず釣り具屋さんに行ってきました。目的はね、その釣りの準備なんですけれど、これですね、クマスプレーをね、新しいのを買ってきました。前にね、北海道行った時にこのクマスプレー同じのを持ってたんですけれど、それね、期限が切れてたんですよ。なんで万が一ね、クマと出くわした時にその期限切れのものを使って効かなかったら嫌なので、新しいのをね買ってきました。これね、結構高いんですよ。15000円ぐらいするんですけど、背に腹は変えられないですからね。で、あとは北海道でこう釣りをする時って、特にこう鮭とかマスとかはルールが細かく決まってるので、このね、ルールブックですね、これ釣り具屋さんで無料で配布しているので、これをもらってきました。これを見ながらね、釣りをしていい場所とかダメな場所とか、制限がある場所とかね、捕獲制限がある場所とかを見ながらやっていこうかなと思います。
フェリーが着いた小樽からですね、車でそうだな、200キロ以上走ったかな。走って、今いるのはね、北海道の道南エリアというところに来てます。で、今まだ3月なんですけど、3月は、この道南エリアで、割とね、その大きいサクラマスが狙えるということなんでね、まずはこの磯場からやってみようと思います。よし。じゃあまずはこの辺でやってみようかな。サクラマス、この海のサクラマスはですね、回遊してくる個体をこう狙うそうなので、まずはこの潮通しの良さそうな回遊がありそうな場所でやってみましょう。水は結構透明度が高いし、今日は晴れてるので、このクリア系のナチュラルカラーでまずはやってみます。ルアーはね、ヘビーシンキングペンシルを使ってるんですけど、このヘビーシンキングペンシルって、シンキングペンシルなんですけど、こうジグミノの動きに近いので、サクラマスには結構効きそうな気がするんですよね。目標は60センチオーバー、重さ3キロ以上のサクラマス。体高がね、太い板マスって言われるでかいのを釣りたいですね。サクラマスはね、その大きくなればなるほど美味しいらしいんで、そのでっかい特上の美味しいサクラマスを釣って食べてみたいんですよね。ここなんかいい流れが出てるんですけどね、そこの岩にこう流れが当たるんでしょうね。流れが当たってここでよれていい感じですけどね。青物だったらこういうとこ釣れるだろうなっていう感じの場所です。でサクラマスもやっぱ回遊してくる魚らしいんで、青物が釣れそうだなっていうような、回遊がありそうだなっていうところを狙っていこうかな。よし、ちょっとルアーチェンジです。前に北海道に来た時にサクラマスがヒットしたルアー、ミノーに変えてね、やってみようと思います。もしかしたらルアー変えたら反応が変わるかもしれないですからね、試してみましょう。今度はちょっと動かし方を変えて、こうやって激しめの動きで、この場所で釣りをしてみようかなと思った理由なんですけど、あらかじめ Google マップの航空写真とか見ながらね、良さそうだなっていうところをピックアップしてたんですよ。で、それをね、こう目視で自分の目で見るために確認してる時に、この近くのですね、砂浜とか港でイワシいたんですよね。しかもマイワシがいたんですよ。で、砂浜に打ち上げられたりなんかもしてたんで、それでね、その近くのこの潮通しの良さそうな、割と水深のありそうな磯場にね、来てみたっていう、そんな感じです。ここはなんかあんまり魚っ気がないな。そして水深が深すぎて、なんだろう、どの層にサクラマスがいるか分かりづらいから、なんとなくこう釣りにくい感じがしますね。北海道のコンビニといえばここセイコーマートですよね。よいしょ。今日はね、魚が釣れなかったんでコンビニご飯ですが、このね、セイコーマートのパスタシリーズがね、すごい優秀なんですよ。このチキンたっぷりペペロンチーノってのが美味しいんですけど、しかもね、安いんですよ。これね、そこそこ量入ってて、肉もいっぱい入ってて、158円ですからね。それでは、いただきます。うまい。このパスタシリーズは何種類かこんな同じ大きさで種類があるんですけど、一つだと、そうだな、お腹いっぱいにはならないけど、二つ食べたら結構お腹膨れるかなっていう感じの量です。でね、このセイコーマートのホットシェフって言って、店内でこう作ってる惣菜みたいなのがあるんですけど、そのね、カツ丼がなかなか美味しいんですよ。だから皆さんもね、北海道来たら、ぜひね、セイコーマート行ってみてください。
さあ、朝一サーフにやってきました。まずはミノで攻めてみましょう。いや、寒い。今ね、気温5度しかないんですよ。そしてね、今海穏やかに見えますけど、後ろから陸から海に向かって結構強めの風が吹いてて、めちゃめちゃ寒いです。今のところ海を眺めてても鳥が飛んでるとか魚が跳ねてるとか、そういう気配は全くないですね。海のサクラマスは回遊してくる魚を狙う釣りらしいんですけれど、まあ食べる餌、小魚がいないとダメらしいので、そういう気配をね探しながら砂浜を点々と歩いていこうと思います。この砂浜、そこそこ広い砂浜なんですけど、釣りしてる人誰もいないんですよね。サクラマス釣りって結構人気ある釣りだから、釣れてるところだったら誰か人いると思うんですよね。あんまりいいポイントじゃないのかもしれない。ほら、これ多分マイワシですよね。やっぱこの辺の海域にはマイワシがね接岸しているというか、いたって感じでしょうね。ちょっとこれも古そうですしね。今日はね鳥も全然飛んでないし、あんまり気配がないんですよね。これは移動した方がいいかもな。札幌とか小樽の方は結構雪残ってたんですけど、この道南エリアは全然雪がないですね。僕3月の北海道ってまだこう寒くて雪がいっぱい残ってる中で釣りするのかななんて、そんな風に思ってたんですけどね。よし、次は小さな川の流れ込んでるところでやってみましょうか。ただね、北海道は注意しないといけないのは、このサクラマスとか鮭もそうなんですけど、川をこう登って遡上していくんですよね。でサクラマスは4月5月6月あたりにこう川を登っていくんで、河口にこう川に集まってくるんですよ。でそれを取り過ぎないようにするために河口規制っていうのがあって、川によってはその何月から何月まではこの河口から何百メーターとか1キロの範囲は釣りしてはいけませんよみたいな決まりがあるんですよね。でここは大丈夫なんですけど、そういうのを注意しながらやっていかないといけないんですよね。そのために釣り具屋さんで無料の冊子を配ってるんで、そのルールブックが必要ということですね。サクラマスって群れが入ってくるとパシャンってこう水面飛び跳ねてみたりとか、水面にこう頭だけ縫って出してみたりとか、こう見えることがあるんですよね。でもそういうのも全く見えないので、群れが入ってきてないのかな。よし、今日はこの磯の先端でなるべく潮通しのいいところを選んでね歩いてきたつもりです。あとこっちで出会った釣り人の方に聞いたんですけれど、なんかサクラマスってこの時期鮭の稚魚とか、あとオキアミとかが沖から来てればそれ食うらしいんですけど、鮭の稚魚がこう川から下ってきて海に降りて、最初は砂浜とかにいるらしいんですよ。でそれが季節が進んで4月入って4月中旬とかになると、この磯場の岩場につきやすいらしいんですよね。でサクラマスをそれを食べにその磯場につくようになるらしいので、4月に入ったんでその磯場でやってみようという、そういう考えでやってきました。なんかどうもこのただ巻きだと見切られるような気もするんだけどな。こうやってアクションを加えたくなるんだけど、どっちがいいんだろうな。よし、ユーマ詰め。次はこういう細身のジグを使ってみましょう。北海道ではね割とこういう細身のジグ定番なんですよね。
でこのジグはね、前に大分県でコブダイ釣りをやった時にお世話になった山科さんからいただいたものです。食った。なんか食った。なんか食ったよ。なんか来た。ユーマ詰め。なんだろう。なんだ。あ、ホッケだ。やった。ホッケ釣れた。やりました。北海道来てやっと魚1匹釣れました。これホッケですね。細身のジグをですね、ただ巻きしてたらトントンって食ってきましたね。いやー、苦労した。でも北海道らしい魚釣れて嬉しい。やった。よし、今回の遠征第1号なんで、せっかくなんでいただきます。まずは脳締めして、しっかりね、下処理して血抜きして、血抜きはこのエラのところをですね切って、背骨側に向けて切ってね。じゃあ、あとは海の中でフリフリして血を抜いて、なんだろう、ユーマ詰めで活性上がってきたのかな。明るいうちというか、日中は全然気配なかったんだけどな。でもホッケがいるってことはなんか食べるものがあるんだと思うんだよな。鮭の稚魚なのかオキアミなのか何なのか分かんないけど、きっとなんか食べるものはあるんだ。食材の買い出しはセイコーマートでございます。この辺りね、スーパーとかあんまお店がないんですよね。ちなみにセイコーマート、コンビニも23時に閉まります。24時間やってないんですよね。よし。では釣ってきましたホッケを使って晩ご飯作っていきましょう。今日釣ってきたホッケは正式名称マホッケっていうんですけれども、日本の市場には島ホッケっていう種類のホッケも流通してて、それはねほとんどロシアからのね輸入物らしいです。で、味の特徴は島ホッケは脂の乗りが強いらしいんですよ。で、マホッケはどちらかというと上品で程よい脂で旨味が強いっていうのが特徴らしいですね。では早速さばいていきましょう。これ視聴者さんからいただいたなんか鱗が飛び散りにくいっていう鱗取りですね。あ、確かに飛び散りにくい。いいかもしれない。これすごい。あ、ほんと全然飛び散らない。ほら、ここにね全部溜まるんですよ。これは車上食堂的にはすごい嬉しいアイテムですね。これお腹大きいからなんか餌食べてそうだけど、何食べてるのか調べてみましょうか。はい、今からね胃の内容物をチェックします。苦手な方はね、ちょっとだけ動画を飛ばしてください。じゃあいきますよ。これですね。やっぱりねエビ系ですね。オキアミかな。これ多分全部オキアミですね。これはねなんか違う甲殻類だと思うんですけど、まあエビっぽい何かを食べてますね。小魚はこの海域今いないのかもしれないですね。はい、そしてこれ出ましたね。これね肝臓なんですけど、ここになんかついてるの分かりますか？これね寄生虫ですね。多分アニサキスです。これねホッケはね本当にこの寄生虫が多いんですよね。だからねホッケの刺身っていうのが流通してないのは、まあ、鮮度が落ちるのが早い魚っていうのもあるんだと思うんですけど、もうこれがねたくさんいるからっていうのもね大きいんだと思います。とりあえず頭を落としてサマに下ろしちゃおうかな。あ、これでも身を触ると結構ね手がギトつくから脂乗ってますよ。さばいた身はこんな感じで綺麗ですね。こっちは骨がついたままなんですけど、このままぶつ切りにします。このアラも使いましょう。頭も半分にカットしとくかな。ホッケはね骨が柔らかいです。こうやってねスッスッと包丁が入りますね。
そしたら全体にね軽く塩を振っておきましょう。ちなみにこの塩はですね、前に南国徳之島に旅に行った時に現地のおじちゃんがですね、徳之島の海水から作って僕にねくれた塩ですね。北と南のコラボでいきましょう今回は。よし、じゃあ焼きましょう。軽く油を引いてね。ほら、ホッケって売られてるのって大体干物になってるじゃないですか。生ホッケの塩焼きってあんま食べる機会ないと思うんで、ちょっと食べてみたいんですよね。さあ、いい感じに仕上がったんじゃないでしょうか。では生ホッケの塩焼き、温かいうちにいただきます。うわ、皮が意外と硬いと思ったけど薄いし柔らかいんですね。で、身もすごい柔らかい。ほわほわ。で、思ったより脂乗ってますね。うまいな、これ。これお皿見てもらったらわかるんですけど、すごい水分量が多い魚ですね。だからね、一夜干しとかにするんでしょうけれど、ただ、これね、食べた感覚は、なんだろうな、水っぽくてダメっていうよりは、なんかジューシーっていう感じが僕はしますけれどね。これはこれで美味しいな。皮もね、なんか香ばしくて、もちもちしてて美味しいです。では、そろそろお酒をいただきましょう。こちらね、この間2月に新潟フィッシングショーに行ったんですけれども、その時に視聴者さんからいただいた日本酒です。今日はあえてグラスで、なんか白ワインのような味わいって書いてあるんで、はい、ではいただきます。乾杯。なんか変わった味わいですね、本当に。確かに、白ワインのような、いい香りがします、これ。これは、魚介類に合いますね。いいですよ、これ。白身魚と非常に相性がいい。さあ、では残りを使って2品目作っていきましょう。なんとね、セイコーマートでね、ミニトマトとブロッコリーを手に入れることができたんですよ。もう最近ね、セイコーマートのカツ丼とかばっかり食べてたから、野菜不足で野菜が食べたくてしょうがないんですよね。じゃあさっき塩焼きに使ったフライパンそのまま使いましょう。オリーブオイルをひいて、この骨がついたままのね、魚を焼いていきます。頭とかアラもね、入れちゃいます。よし、表面に軽く火が通ったら、ブロッコリーを投入。プチトマトも投入。ちょっと野菜が多いかもしれないですが、野菜不足なんでちょうどいいでしょう。しまった。油を引いた段階でね、ニンニク入れるの忘れてました。これもセイコーマートで買ってきたニンニクチューブです。今からでもいいんで入れときましょう。魚が崩れないように軽く炒めます。そしたら白ワインを加える。で、水もちょっとだけ加える。具材が浸るぐらいですね。じゃあ少しの塩と、あとはブラックペッパーですね。塩はね、魚にしてあるんで、あんまりかけすぎると辛くなっちゃいますね。いや、うまそう。素材がいいんでね、味付けは極めてシンプルです。ホッケはアクアパッツァにしたらうまいと思うんですよね。よし、ではいただきます。この大きい身からかぶりついてみようと思います。やっぱうまいわ。
こんな旨味の強い白身魚でアクアパッツァ合わないわけないんですよね。トマトの酸味が素敵だ。これ何日か寝かしたらまたもっと旨味が強くなるんだろうか。釣ってすぐでも十分美味しいですね。で、このブロッコリーをね、この出汁がたっぷり出たスープをこの染み込ませていただくんですよ。野菜がうまい。これアクアパッツァも合うでしょう。うまい。ごちそうさまでした。オキアミがいるならばサクラマスも寄ってないだろうかな。よし、2日目朝まずめ。昨日釣れた磯のほんとすぐ隣、50メーターぐらい隣の磯でやってます。だけど網がいるってことはホッケだけじゃなくてもっと小さいサクラマスの餌になるような小魚もあれを食いに来ててもおかしくないと思うけどな。よし、今日もサクラマス狙いで北海道道南エリアでやってるんですけれども、実はねホッケ釣ってからだいぶ時間が経ってます。フィッシングショー、東北風のねフィッシングショーに行ったりとか、あとね相棒にちょっと用事があって東京の方にね帰ってたりとかしたんで、だいぶ時間が経ってて今はもう4月中旬なんですが、磯場でねなんか沖の方で鳥がたくさん飛んでるところを見つけたんで、そこにね、入ってみました。昨日一昨日ぐらいまで爆風と激荒れで釣りにならなかったんですけど、今日はねちょっと落ち着いてきましたね。釣り再開です。次はミノ、このジャーキング特化のミノでやってみましょう。こうやってね激しい動きで。こんな感じで道路沿いにね磯がずっと広がってるんですけど、この磯で乗れそうなところを探してね点々と打っていきましょう。浅いな、浅すぎるか、ここは浅すぎるな。こんなところにもいるのかな。よし、ちょっとね反応がないんでメタルジグに変えて思いっきり遠投して沖の方を探ってみましょう。お、食ったなんか食ったよ。メタルジグに変えてなんか食ったよ。結構引くな。なんだろう、全然魚っ気なかったからこれダメかなと思ったけど、なんか釣れたよ。手前に根があるからね、ちょっとこう引っかかんないようにしないと。お、なんか銀色だよ。銀色だよ。
銀色だよ。マスじゃない？桜マスじゃない？あ、桜マスだよ。やった、桜マスだよこれ。やった。ちょっと待って。抜き上げるか。抜き上げてしまおう。よしっしゃ、桜マスだよ。やったよ。やった。やりましたよ。桜マス釣れました。すげえ。ちょっとね、鱗剥がれちゃったけど、めっちゃ綺麗だな。いや、しかもほら、太鼓もあってなかなか太い。やりました。桜マスやっと釣れた。かっこいい。大きさもなかなか。やりました。50センチちょっとですね。52とかそれぐらいでしょうかね。やった。前釣った42センチだったかなと比べたらだいぶサイズアップですね。やりました。いやー、これうまいだろうな。結構太ってるし、ありがたくいただきます。脳締めをして、で血抜きをして、しっかり血抜きをしてね、いただきましょう。やっぱ鳥を信じてみてよかった。そしてあれなんですね、メタルジグに変えて遠投した途端にヒットしたから沖の方にいるのかな。手前のこの磯場についてるっていうよりは沖の方を回遊してるっていう感じなのかもしれないな。でも全然跳ねたりとか、こう魚が水面もやっとしたりとかは全然見えなかったんだけどな。いるんだな。釣ってきたね、桜マスですけれども、内臓とかね、エラとかを出して何日か寝かせてね、食べてみようと思います。これね、胃袋の中なんか入ってたら何を食べてるのかヒントになるなと思ったんですけど、何も入ってなかったですね。なんだろうな、小魚とかこの辺の海域あんまいないのかな。はい、エラとね、内臓を取りました。で、あとね、この血合いっていうか腎臓というか、これをね取り除いて、で綺麗に洗って、で寝かしましょう。こういうところがね、臭みの元になりますからね。よし。はい、中はねこんな感じで綺麗になりました。あとはね、ペーパーで全体の水気を取って、そしてペーパーで軽くくるんで、でラップで巻いて、よし、じゃあ急いで袋に入れて氷で冷やしておきましょう。というわけでね、皆さんこんばんは。釣り車中泊旅中のたくあんです。よし、では桜マスを使って車上食堂をやっていきましょう。さて、開封してみましょう。釣ってからね3日寝かせました。寝かした桜マス、こんな感じですね。もともと身が柔らかいからなのか、寝かしてもあんまりこうクタクタになった感じはしないですが、程よくね水分が抜けていい感じに仕上がってると思います。桜マスは鱗がすごく剥がれやすいんで、釣り上げて暴れたりなんかするだけでね、ほとんど鱗落ちちゃったんですけど、残っている鱗ね綺麗にしておきましょう。よし、では頭を落としてしまいましょう。見てください、これ頭を落としただけで油ギトギト。身がねほんと太いんですよね。身と骨がね結構柔らかいんで、さばくの難しいですね。すごく見てくださいよ、この脂の乗った身。まな板もギットギトですよ。で、この腹の部分すごいですね。すごい脂乗りです。釜もこれ超うまそうですよ。いや、これはうまいやろな。ここの血合い骨は毛抜きでね丁寧に抜いておきましょう。これを刺身で食べられないのは残念なんだけどな。
やっぱね、鮭マス類は寄生虫が怖いですからね。一度ね、冷凍してから食べないとダメなんですよ。ただこの車には冷凍設備がないので食べれないんですよね。よし、じゃあまずはこの一番うまいとこの身と釜ですね。これにこの間東北のフィッシングショーで視聴者さんにいただいたこの宮城県産の塩をねかけて塩焼きにしてみようと思います。全体にパラパラっと塩をまぶして、そしたらコンロで焼いていきましょう。当然ですが窓は全開にしています。見て、この溜まってる油の量、すごいですよ。ではサクラマスの塩焼きいただきます。いや、うまそう。絶対うまいでしょうこれ。油ギットギト。いただきます。なんかね、めちゃくちゃ油乗ってるのに、その油があっさりしてるというか、全然しつこくないんですよね。なんかすごい不思議なうまさですね。こんなに油ギトギトなのに、さらっとしてるんですよ。次はですね、このお腹の脂が乗ったところ、いただいてみましょうか。皮もパリッと焼けててうまそう。油がジュワッと出てきますね。いや、これとんでもなくうまいな。なんか、油はすごい乗ってる海の魚なのに、香りは川魚の、爽やかな感じというか、すげえうまいな、これ。今日の一杯はね、この間東北のフィッシングショーで視聴者さんにいただいた宮城県のお酒です。発泡清酒鈴音。ありがたくいただきます。サクラマスの勝利に乾杯。うまっ。スパークリング日本酒みたいなミオっていうお酒あるじゃないですか。あれに近いんですけれども、あれよりも米感が強いというか、甘酒みたいな雰囲気がありますね。で、シュワッと微炭酸でシャンパンみたいな雰囲気もあって、シャンパンと日本酒と甘酒を足したような、そんな感じの味わいですね。次はサクラマスの釜いただいてみましょうか。僕、釜の塩焼きはこうやって手でかぶりつきたいので、ちょっと行儀悪いですけどね、許してください。すごい油。でもね、全然しつこさを感じない。いくらでも食べれる感じです。で、やっぱりね、川魚の塩焼きみたいな、爽やかな、そんな香りがしますね。皮もサクサクでうまい。サクラマスの油で皮がね、揚げたみたいになってるんですよね。よし、じゃあ2品目いきましょう。サクラマスの実に塩コショウを振っておく。新玉ねぎを適当な幅で切っておいて、ぶなしめじをばらしておく。フライパンにバターを溶いて、さっきのサクラマスを焼く。もうこのバターソテーだけでもうまそうですけどね。両面ね、焼き色がついたらひとまず避けておきます。そしたらここにキャベツ、人参、もやしが入った万能野菜ミックスを入れる。さっきのきのこと玉ねぎも入れる。野菜を炒めてる間に調味料を作ります。砂糖、みりん大さじ1、酒大さじ2、だし醤油大さじ1/2で、味噌を大さじ3ぐらいかな。で混ぜ合わせる。野菜に軽く火が通ったら、さっきのサクラマスを戻す。
そしたらさっきの調味料を回し入れる。じゃあ蓋をして5分ぐらい蒸し焼きにします。いや、うまそうだね、本当に。はい、サクラマスのちゃんちゃん焼き。これはご飯のおかずですね。いや、うまそう。めっちゃうまそう。野菜と一緒にいただきます。この味噌の香りがたまらんですね。うまっ。ご飯。いや、これ味噌とマスはよく合うな。で、ほんのりバターの香りもして、もう完璧でしょ。賞味これ全部食べたらサクラマス半身ぐらい食べたことになると思うけど、全然いける。このサクラマスね、こんなに脂が乗っててこんなにうまいんですけど、 1.8 キロしか重さなかったんですよ。で、3キロオーバーの板マスって呼ばれているようなマスはもっと多分うまいんだと思うんですよね。美味しかった。ごちそうさまでした。3キロオーバー、60センチオーバーっていうね、板マスって呼ばれる大型には程遠い今回のサクラマスで、これだけ美味しいんですから、いや、一体どんな美味しさとどんな引きをするんでしょうね、板マスは。いやー、釣ってみたいですね。